はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の星の動きをもとに、皆さんにとってこれからの1年がどのような可能性が広がっていくのか、そして手放していくものや起こり得るかもしれない想定外の変化や、また与えられている恩恵、そして最後に私から心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。今回はアストロロジーをもとにお話ししていますが、これは運勢天気予報みたいなものです。星のリズムを感じながら、皆さんにとってベストなタイミングで自分の中にある感覚で動いていただければ、きっとベストな現実が作られていくと思います。またタロットで見る2026年上半期の動画も公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。獅子座さんの2026年、自分の光で生き始める新しい12年のスタート。広がる可能性。2026年は獅子座さんにとって新しい門出を迎える年です。前半はまだ少しくすぶる気持ちや迷いが残ったり、これまで消化できなかったものをどのように整理していくか、何を手放していくかに焦点が当たりそうです。けれど後半になると一気に空気感が変わり、どんな人もこれまでの自分を超えていく新しい自分に押し出されていくでしょう。何か目標がある方は多少自分を鼓舞してでも可能性にかけて勝負していく流れが訪れますし、目標がまだ見えてない人でも何かが始まる、空気が変わるという感覚をはっきりと感じられるはずです。これは発展運を示す木星がこれまでの12年間を総括する場所から新しい12年の始まりの場所へと移動することと重なります。つまり過去を総括し、新しい自分としてスタートを切るという流れが宇宙からも後押しされているのです。まるで夜明け前の暗闇を抜けて朝の光の中へと一歩踏み出すような感覚です。手放していくもの。2026年、特に前半に手放していくものは、他者の顔色を伺う自分です。それはもう人の顔色を伺ってる暇がないという状況に突入していくからです。これは自分で立っていくしかないという感覚が強まり、甘えていたり迷っていたりする余地がなくなっていきます。人にどう見られるかよりも、自分がどう生きたいのかを基準に選択していくことが求められるでしょう。これまで心の奥で抱えていた依存や執着、あるいは失うことへの恐れといったものを手放す流れがあります。2026年は誰かや何かに寄りかかって生きる自分を終わらせ、もっと自由に自分の意思で道を選んでいくことを促されていますし、そうできる可能性が大いにあります。想定外の変化。2026年は新しいツールを手に入れるような出来事がありそうです。それは今の時代に合った新しいシステムかもしれませんし、これまでの自分には全くなかった発想を持つ人たちとの出会いかもしれません。それらを通してまるでパラダイムシフトのように価値観が揺さぶられそうです。特に今年は天王星が仲間、コミュニティ、未来のビジョンを司る領域に入り、獅子座さんに新しい風を吹き込んできます。これまで自分のやり方にこだわっていた人も、不思議と仲間の刺激やグループのエネルギーに背中を押され、そんな考えもあったんだ、自分一人では思いつかなかったというひらめきを得られることもあるでしょう。他者やグループの中にいるからこそ自分が生かされているのだと実感できる瞬間もありそうです。そうした新しい風を取り入れていくことで、未来の方向性が想定以上に豊かに彩られていくでしょう。与えられる恩恵。与えられる恩恵は専門的にならなければならないという思い込みからの解放です。人は百科事典のようにたくさんの知識を持っているから魅力的なわけではありません。今は AI が多くの情報を担ってくれる時代です。だからこそ人間らしさ、
感覚や感性、個性がより大切になっていきます。これまで自分は学力がないからダメなんだとか、特別な知識がないからダメと思っていた人も、自分だけのオリジナリティを強みにできる流れが広がってきます。さらに海王星が学びや信念、精神性の領域に入ることで、知識や資格の有無よりも、どのような精神性でどんな信念を持って生きるかが生活全般に水面下で影響を与えるようになります。理屈や専門性を超えた直感やインスピレーションが研ぎ澄まされ、獅子座さんの世界観や言葉に人を動かす力が宿っていくでしょう。そして後半から始まる新しい12年のサイクルは、どれだけ自分を誇り高く信じていけるか、自分を許していくかという精神性によって、その広がり方が大きく変わってきます。心地よく過ごすためのヒント。2026年の大きなテーマは、誰よりも自分を信じて自分を愛すること、つまり自分の力で輝くことを促されています。前半は長く勤めた会社を辞めたくなる、これまで頑張ってきたことを手放したくなるなど、何かを終えたくなる人が多いかもしれません。それはある種の卒業でもあり、同時に古い自分のイメージや嫌な記憶、コンプレックスを消化していく時間でもあります。過去11年の自分をねぎらい、できてないと思うことがあっても、精一杯生きてきた時間そのものをしっかり認めてあげてください。その全てが成長の糧となり、確実にあなたを前へ進めてくれます。そして後半になるとエネルギーは一転します。まさにスタート地点に立つような感覚で、ここから新しいものが次々と始まっていくでしょう。だからこそ自分が最高の笑顔でいる姿を思い描いておいてください。例えばお仕事で言うと、今の仕事を辞めたくないけど辛いという人は、後半になると自然と辛さが解消され、期待が膨らむ流れがやってきます。だから前半は自分を責めたり無理したりせず過ごすことが大切です。逆にもう会社に未練はないとはっきり言える人は、前半に役割を手放すことで、後半には新しい会社や新しいご縁が訪れるでしょう。宇宙は華やかな開運の流れの中へと、自信を持って進んでいくための後押しをしてくれています。どうぞ安心して自分の力を信じ、この大きな転機を迎えてください。最高に素晴らしい一年になることを願っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。